校舎を出た後に案内されたのは、すぐそばに立つ1階建ての建物だった。一人でさまよい歩いていた時に覗きはしたが、消灯していたので足を踏み入れなかった場所だ。ここが食堂よ。キャナリーは両開きの大きな扉を開くと、その横に埋められているパネルに手をかざす。すると壁と卓上の照明器具が次々に点灯し、手前から奥に向かって連なるテーブルの鮮やかな飴色を浮かび上がらせた。アルエットは長大なテーブルに比べてまばらに配置された椅子の数が気になってキャナリーに問う。この学園って生徒や先生は何人くらいいるの？先生はアドラー先生一人よ。生徒は特進クラスが6人、一般クラスは確か41人だったかしら。合計47人にアルエット、あなたを加えて48人。6人と41人？随分差があるのね。うっすらと察していたことではあったが、それぞれをクラスとして囲うには非対照的な人数だ。6人1クラスと41人1クラスではかなり勝手が違うことだろう。仕方がないことなのよ。授業の内容も進め方もまるで違うから。キャナリーは言い訳がましく言った。特進クラスの恵まれた待遇を後ろめたく思っているのかもしれない。全生徒が48人って思っていたよりは少ないのね。俺もっと多いかと思っとった。そうね。この学園はもっと多くの生徒を受け入れられるように作られているけど、実際に入学する生徒は少ないのよ。でも、少ないからこそいいこともあるわ。食卓を広々と使えるとかね。必要があれば倍の人数で卓を囲むこともできるだろう。ただ、とその光景を想像してアルエットは思う。もしここに100人近い生徒がいたとしたら、現在のような緊張感が保たれていたかどうか。食堂の椅子は足りているようだけど、アドラー先生一人で教えるには48人って多すぎる気もするわ。きっと教える側も人材不足なのね。アドラー先生は午前中は特進クラスを、午後は一般クラスを教えていらっしゃるの。午後の特進クラスと午前の一般クラスは自習をして過ごすのよ。そういえばマコーもそんなことを言っていた。つまり1日の半分は自分で学ぶべきことを決めて学習しなければならないのだ。特殊な時間割ね。自ら学ぶ姿勢がないと落ちこぼれそう。安堵と緊張がないまぜになった心地でアルエットは言った。絶えず見張られ追い立てられながらの環境よりはずっとやりやすい。しかし気が緩んだ分学習に手抜かりが出るのではないか。ええ、手探りで学習内容を選ばなくてはいけない上に、午後は眠気にも襲われるでしょ？毎日自分との戦いよ。私、自信ないわ。大丈夫よ。私がいくらでも相談に乗るから。ありがとう。何から何まで。承知にしかかると敏感に察して必ず手を差し伸べてくれる。
そんなキャナリーの存在に救われる。まだ友人と呼ぶには早いだろうが、助けられてばかりではなく、いずれ彼女の力になればいいとアルエットは思った。次に行きましょうか。ねえ、マコーとパボーネってとても仲がいいのね。次の場所に案内されている途中でアルエットは言った。キャナリーに対する親愛から理想的な友人関係というものに思いを馳せた時に、あの二人の顔が浮かんできたのだ。ああ、そうね。あの二人、いつも一緒にいるわ。しっかり者とのんびり屋さんだけど、息はぴったりって感じ。わかるわ。さっき部屋を出た時に話した二人の様子を思い返しながらアルエットはうなずく。ドア越しに漏れ聞こえた会話の内容はわからなかったが、声の調子からすると、承知したマコーをパボーネが励ましている様子だった。この学園において気にかけてくれる誰かの存在はそれだけでありがたいものだ。アルエットにとってキャナリーのように。マコーには私のせいで迷惑をかけてしまったけど、パボーネが励ましてくれていたみたい。パボーネはいつも明るく振る舞っているし、きっとマコーの気持ちも楽になったはずよ。ええ。話の内容は聞こえなかったけど、親身になってるのは分かったわ。温めるようにこうして手を握って。両手の指を絡ませて再現するアルエットに対し、キャナリーの反応は芳しくないものだった。わずかに寄せた眉間に困惑がにじむ。触れ合うことを禁止されとるんかな。アルエット、その話、他の人には話さないで。どうして？禁じられているの。むやみに他人の肌を触ってはならないって。むやみに肌を？アルエットは組んだ手をほどいた。こんな些細な接触ですらも禁忌とされてしまうのか、と戸惑いが隠せない。具体性を帯びた思い出こそ失ったものの、人のぬくもりは安心を与えるもの、という認識は今のアルエットの中にもある。パボーネはマコを励ましたい一心でその手を握ったのだろうし、あの真面目そうなマコがそれを振り払わなかったのは、その気持ちがありがたかったからではないか。手と手でも許されないの？ねえ、厳しく思えるかもしれないけど、どうか従ってね。規則で決まっていることだから。アルエットは緩慢に肯定した。キャナリーの当たり前のような口調もまた衝撃的だった。じゃああの時、マコーとパボーネは禁じられたことをしていたの？うなずいたものの納得していないことは表情に出ていたらしい。キャナリーはさらに言葉をつないだ。ルクが手袋をしているのは、間違っても他人に触れないようにするため。そして、触れさせないようにするためよ。あれ？でも、オープニングで、ねえ。ルクが、少しの隙も作りたくないのね。彼女は。本当は、みんなそうあるべきなのかもしれない。だからそれこそメイデンの力によって手袋を作れたりせんのかね。この学園のノリと照らし合わせれば、
自分に残されたなけなしの価値観はだらしのないものであるらしい。うすうすと感じていたことではあるが、病的な禁欲の鎖がいよいよ肌に食い込み始めたような気がして、アルエットは小さく身震いをした。キャナリーが案内したいのは別の場所らしかったが、それが視界に入った途端、アルエットは吸い寄せられるように足を向けた。おお。肛門だ。錯合、格子状の鉄扉は堅くなに閉じ、バラの群れがそれを覆っている。どうやって自分はここをすり抜けてきたのだろう。アルエットの頭に湧いた疑念は他人事めいていたが、無理もないことだった。バラたちは、マンバラでいいのかなではない。門の柵に絡んで開け閉めの邪魔をするつもりなどなく、おのおのが懸命に咲いているだけだ。ただその茎は奇妙に白く、触れれば石膏を思わせる硬質な感触で、生命感に乏しかった。加えて、何やこれ。もう漢字が読めない。加えて、広きにわたり、門の内外を覆い尽くしている。要は、刈ることの難しい高度の茎が、おびただしいトゲとともに生えているため、門に近づいて手をかけるという動作すら阻まれる状態なのだ。この学園は石のように凝固した白い茨で覆われている。門の向こうに目を凝らすアルエットに対してキャナリーはそう教えてくれた。門の前のバラたちはまだ可愛いものだ。門の外の茨はまがまがしいほどに太く長大で、生えたトゲは剣のように鋭い。茨の隙間を抜けようとすると、牙のように生え揃ったトゲが噛みついてくる。おまけに白い霧が視界を遮るため、体表の傷と見当式の狂いとに苦しめられることになるのだと。宣告、時計塔に登った時、アルエットは遠くにその茨の檻を見た。霞の間に浮かんでは消える茨は、巨大な蛇の群れがのたくっているようにも見えた。何にせよ、門の外に対する恐怖と拒絶もまた、アルエットが忌避される理由の一つという気がする。気がついたら門の前に倒れていたというのは、霧に満ちた茨の森やバラに守られた肛門をすり抜けてこそ成り立つ状況なのだ。傷一つない羅針を人目にさらしておいて言い張れたようなものではない。生徒たちはアルエットの訪れに魔的な何かの作用を感じずにはいられなかったのだろう。あなたは校門の前に倒れていたのよね。ええ、そのようね。全く覚えがないけれど。あまり気にしないで。そういうものよ。アルエットはキャナリーの言葉に首をかしげたが、すぐに図書館で似たような会話をしたことを思い出す。さっき、ロビンも同じようなことを言っていたわ。そういうものだって。もしかして、みんな、こうなの？へえ。ええ。適正検査を受けて合格したことや、入学の案内が来たのは覚えているわ。でも、ここに来るまでの道については、曖昧ね。きっと、
この学園の場所を悟らせないためじゃないかしら。そうやって外部から無理に来ようとする人を弾いているのよ。そんなことができるの？実際に私たちは校門が開いた時の記憶をなくしているわ。それが答えだと思うけど。つまりは、アルエットがここへ来た道筋を覚えていないこと自体に特異性はないのだ。入学資格もないのに現れたこと、閉じたままの門の前に全裸で倒れていたこと、道筋だけでなく過去のすべてを忘れていること、名乗った瞬間に時計塔の鐘が鳴ったこと、それらが複合した結果、正体不明の、何しゃこれ。正体不明のものと判断せざるを得ないゆえに警戒していたということらしい。と、そこでアルエットはキャナリーがじっとこちらを見ていることに気づいた。もしかしたら、あなた、何らかの事情があって、大幅に遅刻してしまっただけなのかもしれないわね。本当は、私たちと同じように、数ヶ月前に入学していたはずで。本当にそうだったら、アルエットを異端たらしめている要素は大幅に減る。肯定したいところだったが、そうもいかないとアルエットは苦笑した。でも私、適正検査を受けた記憶も、入学案内をもらった記憶もないのよ。確かに。それどころか、元いた場所もどんな環境にいて、どんな人たちに囲まれていたのかもよく覚えていない。そんなアルエットにただ一つ残されていたのが、ここにたどり着かなくてはならないという使命感と、がむしゃらにもがいた感覚だった。それは入学資格を得たので訪れた、などという経緯とは釣り合わないほど切実な手応えだ。アルエットはもう一度門へと目をやった。この茨は、私のために道を開けてくれたのかしら。きっとそうよ。そして、今はこうして道を閉じて、私たちを守ってくれているの。校門を離れると、キャナリーは近くにある建物への階段を上り始めた。夢うつつの状態ではあるものの、この階段を降りた覚えはある。階段の果てにある左右対称の建物の正体にはたやすく見当がついた。来山軌道は、さっき見たわよね。ええ。背後で扉が閉まると耳を塞がれたような静寂が満ち、校舎や図書館も静かではあったが、この霊山軌道における静寂は、より純度の高いものという気がした。素敵な場所ね。さっき来た時はぼーっとしていたけど、それでも綺麗なところだとは思ったのよ。アルエットの声は広い道内によく響いたが、余韻は長く続かず、どこかへ座れるように消えていく。その反響に等しい儚い余韻が余計に静寂を意識させるのかもしれない。週に一度、来山日というものがあるわ。いつもより早く起きて、来山軌道に集まるの。今日がその日よ。ああ、私、その最中にお邪魔する形になってしまったのね。つくづく申し訳ないわ。マコーにも、他の人たちにも。
間が悪かったわね。いえ、よかったのかしら。そうじゃなかったら見つけてもらえんかったもんね。普段この辺りはあまり用がないし、来産のない日だったら、あなたの発見がもっと遅れていたかも。私にとってはありがたいことだったのね。風邪もひかずに保護されたことを、もっと喜んでいいのよ、アルエット。私も、それでよかったと思うの。キャナリーは微笑むと、その眼差しを奥へ向けた。ガラスの丸屋根から光の帯が差し込み、巨大な乙女像の白い肌を神秘的にかすませている。来産については、後で教えるわね。と言っても、その日の来産者に続いて、祈りの言葉、来産騎士を口にするだけだから、難しいことは何もないわ。来産を捧げるのは、あの像の人に？そうね。あれは、大いなる乙女像というのだけど、私たちメイデンの元祖とされる方をかたどっているそうなの。来産騎士は、その大いなる乙女が残したとされる教訓なのよ。良いメイデンになれるように、心を込めて唱えましょう。アルエットはただ呆然と像を見上げた。目指すべき規範の偶像、その白い石の眼差しには、どんな感情を重ねることも可能だろう。けれど今のアルエットには何も見出せない。霊賛、教訓、大いなる乙女、メイデン。キーワードだけが虚しく心を通り過ぎていく。そういえばあなた、あの像を見て、また会えたような気がしたって言っていたわね。ええ。どういうわけか、本当にそんな気がしたのよ。でも、誰が見ても、懐かしいと思うものなのかもしれないわね。古い時代の歌や、夕焼けの空みたいに。不思議なことを言うのね、あなたは。来産軌道を出ると、キャナリーは左手に向かって歩き出した。ここは案内されるまでもない。宣告目覚めた後にさまよい出た宿舎だ。一般クラスと特進クラスで寮は分かれているわ。一般クラスは相部屋だけど、特進クラスは一人部屋なの。あそこに見えるのが一般クラスの寮。あなたは特進クラスだから、こちらの寮よ。廊下を歩き進みながら、キャナリーは不安そうにうつむいた。部屋は用意したけれど、長年放っておかれたから、どの程度使える状態なのかは。気にしないわ。わざわざ部屋を用意してくれてありがとう。アルエットの部屋はキャナリーの部屋の斜め向かいにあった。キャナリーに促され、アルエットはこれから自分の住居となる場所へと足を踏み入れる。中を見渡したアルエットは目を丸くしてそろそろと歩み出た。え？ここ、私が使っていいの？想像していたよりもずっと綺麗だし、広いわ。急遽用意した部屋と聞いていたし、キャナリーが自信なさげにしていたので、物置か何かを進めるように仕上げてくれたのかと思っていたのだ。アルエットとしてはそれでも構わなかった。
できたらある程度柔らかくて温かい寝具が欲しい。抱いてたのはその程度の望みだった。けれど目の前に広がるのはキャナリーの資質と変わらない光景だ。現在に経年の気配は感じるものの、空間は広々としていて、一通りの家具が備えられている。そう？寝具は綺麗にしてもらったし、全自動掃除機は起動してくれたけど、ホコリは取り切れているかしら。全自動掃除機。でもすごいよな。機械がこんなに発達しとるのに、メイデンの力もあるっていう。不思議だな。問題なさそうよ。浴室までついてるの？自室でお風呂に入れるなんて。なおも不安そうなキャナリーを尻目に、アルエットは至れり尽くせりの設備に感激の声を上げる。さっき確認したときは、一応、水もお湯も出てくれたわ。これ以上贅沢を言うと罰が当たるわ。その弾むような声にようやく本心を感じ取れたのか、キャナリーは安堵のため息をついた。そして彼女は一通り部屋の設備の案内をしてくれた。構造や家具に特筆すべき点はない。照明の付け方、湯の出し方なども馴染みがあるものだ。唯一アルエットを驚かせたのは、屋内外の地面や床に仕込まれているという全自動掃除機の存在だった。塵やほこり、その他床の上に放置されてゴミと判定されたものについては、全自動掃除機がエテルに分解する仕組みになっているのだという。洗濯についても同様で、浴室の壁に埋め込まれた洗濯槽に入れておけば、翌日には新品同様の衣服になっているらしい。これらの仕組みは増加術の応用だと、キャナリーは何でもない口調で説明したが、アルエットからすれば随分と進んだ技術のように見える。そやな。と思いついて確認したが、あれほどいろんな場所を歩き回ったのに、足の裏にはホコリも泥もついていなかった。床も同様に塵一つなく磨かれたばかりのように輝いている。これまで屋外も屋内も裸足で連れ回され、その後靴も与えられなかったことに戸惑っていたが、それはどこを歩こうが汚れが広がりようもない技術のおかげだったのだ。きっと、私が元いた場所って、ここよりもずっと原始的なんだわ。この場所の技術を進んでいると捉えたことから、逆説的にそんな結論が導き出された。それを考えるってマジこいつ頭いいな。アルエットめっちゃ賢いな。なるほど。そういう着眼点って俺持ったことないな。なるほどね。記憶喪失あるあるなんかな。まあ記憶を失ったことがないから、物忘れはあるけど、物忘れはあるけど、記憶を失ったことはないからな。なるほどね。確かに。